2023年に編んだものを全部ご紹介してみようと思います。ということで、お手紙ヤギです。今日はこの1年に編んだもの、何があったかなというのを振り返ろうと思うんですが、ついでに2023年に何があったか、世の中の出来事も一緒にさらっと振り返ってみようかなと思います。皆さんもこの出来事があった頃、自分は何を編んでたかなって思い出しながらご覧になると面白いかもしれません。またパターンを使って編んだものは動画の最後に情報をまとめておきますので、気になるものがありましたらそちらでチェックしてみてください。もしくはお手紙ヤギのラベリーのプロジェクトとかインスタグラムでも確認できますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。それでは始めましょう。ということで、まず1月ですが、1月にあった主な出来事はこんな感じでした。国内では新型コロナの感染症法上の分類が5月から5類に移行されることが発表されました。スポーツでは箱根駅伝で駒澤大学が2年ぶり8度目の総合優勝を果たしました。また、ユニクロが国内従業員の年収を最大4割アップすることを発表。海外では中国でゼロコロナ政策が終了という感じでした。年末年始久しぶりに移動したって方も今年はたくさんいたんじゃないですかね。ということで、1月に編んだものは、まず一番初めがハンドウォーマーです。2022年の年の瀬から編んでたこのプチニットのテラットセーターが大晦日に仕上がって、その余り糸でハンドウォーマーを編んだのが今年の最初の完成品でした。人にプレゼントしてしまったので、今はこちらの写真しかないんですが、これはパターンは使わずに適当に表編みと裏編みの模様を入れて編んだものです。このハンドウォーマーを差し上げた方のお子さんも気に入ってくれて、まだ少しだけ残ってた余り糸でさらに巾着袋も作って、お子さんにも後からプレゼントしました。それがこちらです。そして次はこの靴下です。これはパール奏法のホップスキップ&Aジャンプソックスです。前々回のこの動画でご紹介したので、ここでは簡単な説明にしますが、フリーパターンでサイズ展開が子供用から大人用まであって、親子でお揃いにできる靴下です。私はこのメインカラーにオパールの単色のソックヤーンと、ここのコントラストカラーはイトリコの小巻きを使ってるんですけど、コントラストカラーが 10g 以下で済むので、余り糸の活用におすすめのパターンです。そして次が、ヨガソックスです。父からオーダーされて編んだので、これももう渡してしまって、この写真だけなんですけど、こんなつま先とかかとがない靴下で、これはパターンは使わずにソックヤーンの余り糸の中でもほんの少しになったものを主に使ってガーターストライプの模様にしました。ちなみに今年編んだものではないんですけど、この靴下アドベントソックスで、ナタリー・シェルドンさんっていう方の2022年のアドベントソックスなんですけど、これを余り糸で編んで、これを編んださらに余った糸でそのヨガソックスを編みました。そして次がこのウェアです。これは動画クリエイターで最近はニットデザイナーとしても活躍されているキカさんっていう方のフリーパターンで、サンデーブランチセーターっていうパターンです。これは糸はちょっと色が違うんですけど、このアルパカナチュラルっていう多分湯沢屋のプライベートブランドの糸なんですけど、これが、アルパカ 55% ナイロン 45% というアルパカコンのリリアン状の糸です。こんな感じの糸です。
これはワゴンセールで買ったので、もう手に入らないかもしれないんですけど、一応ご参考までにこんな糸を使いましたということでですね。で、このパターンが海外のデザイナーさんにしては珍しく、閉じはぎするタイプのセーターで、身ごろが肩下がりがなくて、ほぼ四角形というシンプルな作りになっています。で、これはチュートリアル動画もあるので、英文パターンだけどトライしやすいんじゃないかなと思います。このパターンの入手先は、キカさんの YouTube 動画の説明欄から PDF をダウンロードすることができるようになっています。で、この糸もちょっと余ったので、巾着袋を1個作りました。で、これも多分誰かにプレゼントしたと思うので、写真だけなんですけど、こんな感じです。これもパターンなしで適当に編んで作ったものです。ということで、1月は靴下が2足とウェアが1着とハンドウォーマーと巾着袋を2つ作っていました。はい、そして2月ですが、どんな出来事があったでしょうか。皆さん思い出せますでしょうか。まず国内ではスシローなどの飲食チェーン店で客の迷惑行為が多発。東京五輪の談合事件で大会組織委員会の関係者が逮捕。闇バイトの広域強盗事件の指示役とされていたルフィと名乗る人物が逮捕。国内の出生数が初めて80万人を下回る。海外ではトルコ・シリアでの大地震、ロシアによるウクライナへの侵略が始まって1年が経過といったニュースがありました。私はこの頃は初めてオリジナルのパターンを作って、そのリリースに向けてテストニットとかを頑張っていた時期だったので、編み物も自分のパターンのサンプルだけしか編んでなかったです。これすごいいっぱいあるんですけど、全部ミトンのサンプルです。こんなちっこいサイズからだんだん大きくなっていって、ちょっといっぱいあるので飛ばしますけど、こんな大人用のサイズまで、全部でミトンが11組と、片手だけ編んでいたのが6枚っていう感じでした。めちゃめちゃいっぱいあります。こんな感じのミトンを作ったんですよ。ちなみにこれが糸は、シェイプイエスのアワートライブという毛糸を指定糸にして作りました。はい、そして3月ですが、どんな出来事があったかというと、国内では WBC ワールドベースボールクラシックで日本が3大会ぶり3度目の優勝を果たす。1966年の袴田事件について死刑が確定していた袴田さんの再審開始を東京高裁が認める。ノーベル文学賞作家の大江健三郎さんが死去。音楽家の坂本龍一さんが死去。で、海外ではアメリカのシリコンバレー銀行が経営破綻。ICC 国際刑事裁判所がプーチン大統領に逮捕状というような出来事がありました。そんな3月だったんですけど、私は2月に引き続きオリジナルパターンのいろんな作業をまだやっていて、前半はパターンに載せるイメージ写真の撮影とかを頑張っていました。で、後半ちょっと落ち着いてきたので、この月は1足だけ靴下を編みました。これはブロークンジャックというフリーパターンの靴下なんですけど、これも過去の動画で詳しく紹介しているのでさらっといくんですが、ゼネラル・ホグバッパーさんっていう方のデザインのフリーパターンで、こんな風に段染めの色が面白い感じに出せる、編み方も飽きずに面白く編めるパターンです。こんな感じですね。で、これは糸はレギアのコットンのソックヤーンを使っています。最近これ寝る時に履いてるんですけど、4月にも同じ糸で靴下もう1足編んでて、その2足を最近すごいヘビロテしてます。
このレギアのコットンはすごい伸縮性が良くて肌触りもいいので、なんか既製品と同じ感覚で使えるのですごい重宝しています。ということで3月の編み物はちょっと少なかったんですけど、この靴下1足を編みました。はい、ということで4月ですが、皆さん年度初めで忙しい日々を過ごされていたかと思いますが、どんな出来事があったか覚えてますか？国内では日銀新総裁に植田和男氏が就任。訪日外国人旅行者の数が月180万人台まで回復。鳥インフルエンザの影響で卵の価格が高騰。海外ではフィンランドが NATO 北大西洋条約機構に加盟といったような出来事があったようです。いろいろありましたけど、私の中では生活に直結した卵の値上がりっていうのが何気に一番印象に残っています。そんな4月に編んでいたのは、まずこちら。3月に編んだブロークンジャックと同じデザイナーさんが作った、これもフリーパターンなんですけど、ストライプティーズという靴下です。これもやっぱり過去動画で詳しく紹介しているのでサクッといくんですが、こんな短冊状に編みつなげていく感じの、これも段染めが面白い柄になる靴下です。糸はこれもここら辺の部分はレギアのコットンのソックヤーンなんですけど、この履き口とかかととつま先に使っている緑色の糸はキングコールというメーカーのコットンの糸です。それがこちらですね。キングコールのコットンソックスフォープライっていう糸ですね。で、次はこのランチョンマットとコースターです。見えないね。ランチョンマットとコースターです。これはアフガン編みの練習がてら作ったものなんですが、パターンは使わずにシンプルに、この真ん中の部分がメリヤス編みで、この周りをカナコ編みで編んだランチョンマットです。で、そのメリヤス編みとカナコ編みの練習を兼ねて、このコースターを4枚作りました。この糸は糸リコさんのバンブーコットンという糸なんですが、手染めモニターをさせてもらって草木染めで4色に染めたものを使っています。ちなみに何で染めたかというと、この濃いめの緑色の部分がもみじで染めたもので、ちょっと薄い緑がかったグレーっぽい色のところは、よもぎで染めた糸ですね。で、この真ん中の白っぽいんですけど、ほんのり黄色に染まってるのがみかんで染めた糸で、その次の薄いピンクっぽい色のところは、松の葉っぱで染めたものですね。そして一番真ん中にある濃いめのピンク色っぽいのは、これはシャリンバイで染めたところです。こんな感じで手染めモニターをさせてもらって編んでみました。ということで、4月の編み物はこの靴下が1足とランチョンマット2枚とコースター4枚っていう感じでした。はい。そしてあっという間の5月ですが、どんなことがあったかというと、国内ではコロナが第5類に引き下げ、広島で G7 サミット開催、チャット GPT などの生成 AI が急速に普及、海外では WHO 世界保健機構がコロナの緊急事態を解除して3年3ヶ月ぶりに平時に戻る、イギリスチャールズ国王の戴冠式が開催、トルコの大統領選で長期政権のエルドアン氏が再選されるといったような出来事がありました。
ゴールデンウィーク皆さんはどんな感じに過ごされてましたか？私はなんとなくだらっと過ごしてしまいました。ということで5月は夏糸でこちらのプチニットのソフィースカーフを4枚編みました。一つだけ自分用に手元に残して、あとはプレゼントして写真も撮り忘れてしまったので、自分用のこの1枚しか今お見せできないんですけど、こんな感じです。巻くとこんな感じ。これが糸は夏糸を使っているんですけど、こんな感じのラドログリのカレイドという糸を使っています。このカレイドという糸だと 60g ぐらいで1枚完成することができました。なんかウェアを編んだアマリ糸とかの毛糸1玉ぐらいでできるシンプルなスカーフです。夏糸だとちょっと日差しがきつくなってきた頃に首元の日焼け防止にもちょうど良かったです。ということで5月は夏用のスカーフを4枚編みました。はい、ということで上半期最後の6月なんですが、どんなことがあったかというと、国内では日経平均株価が約33年ぶりに3万3000円台にまで上昇。マイナンバーカードと保険証の一体化を盛り込んだ改正法が可決。海外ではロシアが占拠しているウクライナの水力発電所ダムが決壊して大規模な洪水が発生。タイタニック号を見学する潜水艇が消息を絶つといった出来事がありました。ちなみに1月から6月の上半期を通して話題になったものとしてはこんなものがありました。可愛くてごめんという楽曲が TikTok などの SNS を通じて流行。蛙化現象というワードが Z 世代を中心に流行。アニメーション映画のすずめの戸締まりが好調という感じでした。編み物は6月に仕上げたものはなんとゼロでした。なんか4月も5月もなんかすごい編んでた気がするのに、振り返ってみるとあんまり完成品がなかったので不思議に思ったんですけど、よくよく思い返してみると、私この時期は量産ニッターの仕事で結構手一杯になってたんでした。なので個人的に仕上げたものはゼロでした。はい、ということでちょっと着替えましたが、上半期の始まりの7月ですが、どんな出来事があったでしょうか。国内では中古車販売大手のビッグモーターによる保険金不正請求が明るみになる。ツイッターの名称が X に変更。スタジオジブリの10年ぶりの新作、君たちはどう生きるかが公開となる。海外ではウクライナの NATO 加盟が見送り、イギリスが TPP 環太平洋経済連携協定に加盟といった出来事があったようです。私未だにツイッターとかリツイートとか言っちゃいます。7月の編み物は結構ありました。まずウェアを今着てますが、このプチニットのキューミラス T を編みました。これが V ネックで、裾とか袖口の仕上げがアイコード止めになっている大人っぽい雰囲気のサマーセーターですね。糸は、こちらの何回も私の動画で登場してますけど、このリッチモアのソワエレーヌという糸を使っています。これがウールとシルクの混紡の糸になっています。で、このキューミラス T は日本語のパターンもあって、きっと織りも、いろんなショップでされてたと思います。あとは夏糸のアマリ糸を積極的に使いたくて、このマットとコースターを編みました。マットはパターンは使ってなくて、こんなシンプルにグラニースクエアをつないだだけの簡単な
もので、これは今うちのカトラリーケースの下敷きとして使っています。そしてコースターの方は、これはラベリーで入手した、見えますかね、ラベリーで入手したフリーパターンなんですけど、ちょっと名前の読み方がよくわかんないけど、リサ・ギアーツさんっていう方のデザインのパフステッチコースターズというフリーパターンで編んだコースターです。こんな色とかこんな色とかに編みました。全部で13枚編んだんですけど、一部は人にプレゼントしたので、今ここには9枚ありますが、これはかぎ針編みの英文パターンなんですけど、パフステッチのやり方の動画がついていて分かりやすいパターンでした。ということで、7月に編んだのはこのウェアとマットとコースター13枚でした。はい、そしてまた着替えましたが、8月ですけど、どんな出来事があったかというと、国内では夏の甲子園で慶応神奈川が107年ぶりに優勝。福島第一原発の処理水の海洋放出が始まる。そごう・西武の労働組合が百貨店大手では61年ぶりのストライキ。そして海外ではハワイのマウイ島で大規模な山火事が発生といった出来事がありました。ということで、すごい暑かったですけど、皆さんどうされてましたか？私はこの月に編んだのは、まず、プチニットの、これさっき着てた自分のテラットセーターなんですけど、8月にもう1枚プレゼント用に編みました。なので、今手元にないので写真だけなんですけど、で、これは糸は、このノロヤーンのシルクガーデンソックソロと、手染めでログウッドで染めたこの薄紫のシルクモヘア、この2つを引き揃えて編んでます。このパターンはシルクガーデンソックソロが指定糸のパターンです。これに関しては日本語のパターンはないんですけど、前後差のあるタートルネックですごい着心地がいいのでおすすめしたいパターンです。で、プレゼントしたものにはプチニットのタグをこんな風につけてみました。そして次もプチニットのパターンで今着ているアンカーティーです。この糸は7月に編んだキューミュラスティと同じこのリッチモアのソワエレーヌを使っています。で、これはヨークのところがゴム編みのような、ちょっと見えにくいかもしれないけど、このヨークのところがゴム編みのような感じの模様になっていて、これ肩のあたりがゴム編みの伸縮性みたいな感じでフィットするので、華奢な方が着るとすごくシルエットが素敵になる感じのデザインかなと思います。これも確か日本語のパターンがあって、いろんなショップでキットでの販売もされてたと思います。そして次はこのウドというパターンのプルオーバーです。これは動画で紹介するのは初めてなので、ちょっと詳しめにご紹介したいなと思うんですけれども、この方、すいません、読み方が本当にわかんないので、テロップだけなんですが、このデザイナーさんのパターンです。で、ラベリーで購入できるパターンです。で、このサンプルの半袖バージョンがすごい可愛かったんですけど、ちょっと私は着るタイミングが難しかったので、長袖で編んでいます。こんな感じね、長袖で編んでます。で、長袖バージョンもパターンに載っています。このヨークのところの編み込み模様の、この部分、
この部分が特徴的かなと思うんですけど、このウドっていう名前はどういう由来なんだろうなと思って調べてみたんですけど、Google 翻訳だとカタカナのウドとしか訳されないので謎だったんですけど、いろいろ調べた結果、どうやら本当にそのまま植物のウドからのネーミングっぽいです。ウドって英語でもウドって言うらしいんですよ。で、このパターンのラベリーのコメント欄を見ると、この模様が何のモチーフなんですかっていう質問が寄せられていて、それに対して植物のモチーフですよっていう回答だったので、おそらく植物のウドなんだろうなっていう結論に至りました。このパターンの特徴は、このネックのところと後ろ身頃に引き返し編みが入っていて、前はこんな感じで、後ろがこんな感じで、ちょっとこのネックの青い部分の面積が違うのがわかると思うんですけど、引き返し編みで前後差を作っているので、結構着心地に気を使っているのが感じられます。あとは編み込みの時の糸を両手で1本ずつ持つやり方が動画のリンクがついているので、編み込みがうまくできない私にはすごく参考になりました。そしてこれは糸を草木染めしたソックヤーンとシルクモヘアを引き揃えてるんですけど、この青のところはタデアイで、この茶色っぽいところはモミジで、メインカラーの黄色は、フェンネルとか、杉菜とかみかんとか、いろんな草木で染めたものの黄色のミックスになっています。これが同じ黄色なんですけど、結構色味が違うので、なるべく馴染むように糸替えしたりしたんですけど、それでも結構この色のグラデーションが不自然になってるなっていうのがちょっと自分では気になってるところではあるんですけど、でもこのセーターは春の装いとして、デザインされてるもののようなので、春先に摘んだ草花で染めた糸を中心に使っているのでぴったりだったかなと思います。あとここ1年ぐらいの草木染めの集大成みたいな感じになったので、そこも個人的には気に入っているところです。ということでちょっと長くなりましたけど、8月に編んだのはこのウェア3着でした。はい、ということで9月ですが、だんだん最近のことになってきたので、皆さん記憶に新しいこともいろいろあるかと思いますが、どんなことがあったかと言いますと、国内では夏の平均気温が統計開始以降最高となる記録的猛暑、ガソリン価格が過去最高となる物価高、ジャニーズの性加害問題、海外だとモロッコで大地震、そしてリビアで大洪水、ウクライナのゼレンスキー大統領が国連総会で支援を求める演説を行うというようなことがあったみたいです。9月は私は靴下をひたすら編んでました。で、この時期に編んだ靴下は全部前々回のこの動画で紹介したものなので、パターン自体の説明とかはちょっと省くんですけど、これも草木染めしたソックヤーンで編んだもので、前々回の動画ではちょっとテーマと違うので、染めについては全然言ってなかったので、何で染めたかだけ淡々とご紹介していこうかなと思います。まずこちらはヘッジホックファイバーズのベスティジアルというフリーパターンで編んだ靴下なんですが、これはシャリンバイで染めた糸で編んでいます。こんな感じの色合いです。そして次にこれはこれはシャッヘンマイヤーのフリーパターンでエステンスソックスですが、これはハマヒサカキという植物で染めています。ちょっとくすんだ緑色っぽい感じの色ですね。
そして次に、こちらは、のび太ヤーンのフリーパターンで、クオフソックスというパターンですが、こちらは青つづらふじという植物で染めた色です。これは薄いブルーグレーみたいな色合いですね。そして次に、これは、カスケードヤーンのフリーパターンのシャノンソックスですが、これはもみじで染めてます。結構濃いめのカーキ色ですね。そして最後のこちらが、これがのび太ヤーンの、これもフリーパターンで、ファウナソックスというパターンの靴下ですが、こちらは、このグレーの部分が青つづらふじで、黄色のところはノイバラで染めた糸です。っていう感じでした。それで靴下以外にも2つほど編んだものがあって、それがこちらなんですけど、このスカーフと、大きさが違うだけで、これも同じパターンの試作品で、ショールですね。こんな感じのものを編みました。これはまたオリジナルのパターンを出したいなと思って試作で作ったもので、来年リリースできればいいなと思ってのんびり進めてるプロジェクトなので、また何か展開してきたら詳しくご紹介したいと思います。ということで、9月はこの靴下5足とショールとスカーフを編みました。はい。ということで10月です。もう皆さんどんな出来事があったかはっきり覚えていますでしょうか？国内ではインボイス制度が開始。メジャーリーグの大谷翔平選手が日本人初のホームラン王に選ばれる。将棋の藤井聡太竜王が史上初の八冠達成。海外ではノーベル生理学医学賞にコロナワクチンの主成分となるメッセンジャー RNA の研究者が受賞。あとアフガニスタンで大地震。そしてハマスとイスラエルの大規模な衝突で人道危機が深刻化というようなことがありました。10月はまず靴下を1足。これは1月に編んだパール奏法のフリーパターンのホップスキップ&エージャンプソックスの2足目を編みました。これは糸はここのメインカラーにタデアイの生葉染めで染めた糸を使っています。そしてコントラストは1足目と同じく糸リコの小巻きを使いました。そして次はこのかぎ針編みの、これは付け襟ですねを編みました。ちょっとつけてみようと思うんですが、ちょっと自分に付け襟が似合うかわかんないけど、なんか作ってみたいなと思って試しに作ってみた感じで、これをつけて実際にお出かけはまだしたことがないんですが、こんな感じですね。これはカラーというすごいシンプルな名前のパターンなんですけど、このデザイナーさんも名前が全然このデザイナーさんも名前が全然読み方がわかんないので、テロップでこの方テロップですみませんなんですけど、こちらのデザイナーさんによるパターンです。これはラベリーに載ってるパターンで、こんな丸いモチーフが並んだ可愛いデザインの
かぎ針編みの付け襟なんですが、かぎ針の英文パターンは私あまり慣れてないので多少苦戦したんですけど、なんか予想していた編み方と違う進み方で面白かったです。で、糸はこれがうちにすごい昔からあったこれハンズプロダクツのきなりっていう、もう多分今は販売されてないと思うんですけど、コットンの糸を使っています。これとすいません、ちょっと忘れてたので引っ張り出してきたんですけど、このハンズプロダクツのきなりという糸に、引き揃え用のこのラメ糸を、見えるかな、このラメ糸を引き揃えて編んでいます。ちょっと外して近くでお見せしますね。こんな感じなんですけど、ラメ糸のキラキラ見えるかな、ちょっと見えないかもしれないですね。で、襟元はこういう細いリボンで留めるようになっていて、このリボンの先にはちっちゃいモチーフをつけたりとかしています。でもこの色がね、ちょっと白だと合わせる服が難しかったので、暗めの色に染めてみようかなと今思っているところです。そしてウエアも一着編みました。こちらなんですけど、これはサイチカさんのこのノマドのニットという本の中に載っている、羊飼いのセーターというパターンです。こんな感じでネックとか袖のところがこういうね、切りっぱなし風になっているような感じで、裾はちょっと見えにくいけど、こんな感じでシャツの裾みたいにここの部分に曲線的な感じのデザインが入っているっていうパターンになっています。で、この本に載っているパターンは全部ロピーヤーンを指定糸にしていて、で羊飼いのセーターは、縮重して前身頃をハサミで裁断してカーディガンにするなんていう面白いアレンジもいろいろ載ってるんですけど、私は糸は指定糸ではなくて、この湯沢屋のアルパカナチュラルっていう1月に編んだサンデーブランチセーターでも使ったアルパカコンのリリヤーンを使っています。なので全然タイプが違う糸なんですけど、なんか意外にサンプルに近い雰囲気になったんじゃないかなと思っています。こんな感じで、これも動画で紹介するのは初めてですね。これは指定糸が手に入ったらキャストオンしたいなと思ってたんですけど、今年の東京ヤンクロールでサイチカさんのお店が参加されるっていうことを知って、もう手持ちの糸でいいから合う糸で編んで着ていきたいなっていうことで代用の糸で編みました。これがかなりゆとりがある仕上がりになってるんですけど、そして袖もね長めになってるんですけど、ちょっと一回着てみましょうか。よし、着てみました。こんな感じで結構ゆとりがあって、袖も長めの仕上がりなんですけど、モデルさんの着用イメージも結構ゆとりを持たせてる感じなので、まあまあいい感じにできたんじゃないかなと思っています。ということで、10月に編んだのは靴下と
付け襟とこのウェア1着でした。はい。では、いよいよ11月ですが、11月にはこんな出来事がありました。まず国内では、人里にクマが出没する事例が全国で相次ぐ。プロ野球日本シリーズで阪神が38年ぶりのアレ。米軍輸送機オスプレイが屋久島沖で墜落。海外では、チャット GPT の開発会社が CEO を解任するも、従業員9割以上の署名により5日で復帰といった出来事があったようです。そんな11月に編んだのは、このスカーフとショールを編みました。一つはこのパール奏法のフリーパターンで、シフティングアングルススカーフっていうパターンです。これは表目と裏目でヘリンボーン柄みたいな模様を作っているスカーフというかマフラーですね。こんな風に真ん中でちょうど模様の方向が変わるっていう感じのデザインになっています。で、これは糸は、以前神戸を旅行した時に通りがかりの生地屋さんで見つけて購入した、これ多分工業紙のアマリ糸だと思うんですけど、これが 100% カシミヤの糸で編みました。で、糸の状態だとこんな感じなんですけど、編んで洗って軽く縮重をかけるとこんな感じになります。ちょっとあんまり違いが見えないかもしんないけど、結構ね、いい風合いが出ました。こんな感じのマフラーを1点編みました。そしてもう一つはこちらのこれは東京ヤンクロールのカルのパターンで、田中文乃さんのデザインのプミラショールです。こんなボップルが全体に散りばめられたフェミニンなデザインのショールなんですけど、これは糸は、ヤンクロールではしごショッピングで購入してきたこの60のマリアミックスという糸を使いました。で、このパターンは初めて見るステッチが2種類もあって、最初はちょっと難しく感じたんですが、慣れてくると飽きずに面白く進められるいいパターンでした。ちなみにプミラという名前は観葉植物のプミラというちっちゃい丸っこい葉っぱの植物から取っていると思われます。で、ヤンクロール開催中の限定パターンだったので、現在はもう入手することができないみたいなんですけど、2022年のカルのパターンはラベリーで販売されてるみたいなので、こちらのプミラショールのパターンもいずれラベリーでリリースされるかもしれないです。ということで、11月は、マフラーとショール一つずつ編みました。はい。ということで、ようやく最後の12月ですが、この動画を撮っている現在が12月20日ですが、ここまででどんな出来事が起こっているかと言いますと、国内ではメジャーリーグの大谷翔平選手がドジャースに移籍、自民党安倍派の裏金疑惑、そして郵便料金の値上げが発表される。海外では米軍輸送機オスプレイの飛行を全世界で一時停止といった出来事がありました。で、今月編んで完成させたものは現時点で2点あります。一つはこのカーディガンです。ちょっと着てみますね。よし。こんな感じです。これはこのローワンの糸で編むニットという本に載っている、ランドスケープというパターンを編みました。
でもこれがだいぶアレンジを加えたので、元の姿からはかなりシルエットとかが違ってしまってます。オリジナルも結構ゆとりがあるデザインではあるんですが、オリジナルは身頃はここまで大きくはなくて、そして着丈がもっと長いです。で、オリジナルの方の指定糸はローワンのフェルテッドツイートです。私は糸は、工業紙を使いまして、このブークレ状の糸と、この糸を引き揃えて編みました。で、なんでこんなにアレンジしたかというとですね、まずこのブークレを使いたかったんですよ。なので、これに合うパターンを探してランドスケープを選んだっていう感じなんですけど、この糸がなかなかうまくゲージが出せなくて、パターン通りの目数で編むとすごく身幅が大きくなるなっていうのが最初から分かってたんですけど、パターン通りの目数で編み始めて、それでバランスを取るために着丈をこんな感じで短くしましたっていう経緯になります。そしてこの身幅と着丈が大きく変わったことによって、このね、袖の長さもだいぶ短くしないといけなかったり、あとここの、前立てのところの、弦目ですね。弦目のピッチも調整が必要だったりしたので、結果オリジナルから結構シルエットが変わってしまったっていう感じなんですけど、オリジナルの見た目は、この本の中身をお見せしていいのかわかんないので、ラベリーにもこのパターンが載っているので、気になる方はぜひラベリーの方でランドスケープで検索してチェックしてみてください。そして2つ目に編んだのはこのスカーフです。これは前回の動画で仕上げの作業のところをちょっとご紹介してたんですが、これはこのムーリットのオリジナルのパターンブックの私の手編みという本に載っているフェリッツのスカーフというパターンを編みました。これもちょっと、羽織ってみようかなと思うんですが、これがこんな感じですね。結構可愛いんじゃないでしょうか。これは指定糸はフェリッツというユーカリ由来の素材を使った糸で、淡いピンク色のカラーのサンプルが載っているんですけど、私は全然違うこういう色合いで編んでしまったので、本に載ってるサンプルとはだいぶ雰囲気が違っちゃってるかもしれないんですけど、この糸は前の動画でもご紹介してるんですけど、この工業紙のかすりっぽい色合いの緑系のモヘアと、この古い湯沢屋のメリノクイーンのこの真っ赤な糸を引き揃えて編んでいます。これを引き揃えるとこんな感じの色合いになりました。で、これがなんていうか三角ショールの変形みたいな感じの形をしていて、この部分とここの3箇所にタッセルがつくようなデザインになっています。この赤い方の糸がすんごく伸縮性がある糸なんで、水通し前はちょっと長さが足りないかなって思ったんですけど、ブロッキングしたらいい感じに伸びてくれて、ちょうどいい長さに落ち着いてくれたかなと思います。という感じで12月はこのカーディガンとショールを編みました。はい、ということで
編んだものは全部で数えてみたら30種類のアイテムで総数が61点ありました。内訳はウェアが7点、靴下が9種類で10点、マフラー、スカーフの巻物の類が6種類で10点、ミトンとハンドウォーマーが2種類で12点、その他の小物類が6種類で22点という61個の編み物を完成させたということになりました。ではパターンで編んだもののまとめをどうぞ。はい。2023年を振り返りつつ、この1年に編んだものをご紹介させていただきました。とっても長い動画になりましたが、最後まで見ていただいてありがとうございます。多分今年出す動画はこれが最後になると思いますので、皆さん体調にお気をつけて元気にお過ごしください。そして来年もどうかよろしくお願いいたします。それでは次の動画で来年またお会いしましょう。さようなら。